はい、皆さんこんにちは、こんばんは。ジャンカスパンダです。ということで、ジャンカスクールカーズ、出張版ということでね、はるばるやってきました。こちら、ドン。キャメラさん。いやー、涼しいね。涼しいですね。8月の今日12日、夕方なんですが、もう長袖着てもいいぐらい涼しいですね。はい、というわけでやってきました。なんと、旭川。旭川の、81マニアをね、訪れてはるばるやってきました。81マニアちょっと今顔がね出せないんで、声だけの出演で81マニアよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、こんな感じでこちらのね81、紹介したいと思います。最後までご視聴よろしくお願いします。はい、とりあえずまずね、外装から、見ていきたいと思いますが、黒銀マーク2じゃない、パッと見はね、これ実はね後で後ろ行くとチェイサーなんですけど、チェイサーのマーク2がエアロもそう純正リップクレッサリップでだけどこれマニアの僕分からんですけど、これチェイサーバンパーチェイサーバンパーのままです。そういうことね。チェイサーバンパー、マーク2顔チェイサーバンパークレッサリップ、はい、ここで凝縮してます。3兄弟の方にね、凝縮してます。ここでなるほど、でフロントホイールリアホイールこれ通してこれジャンカスタンサイズですね。9の17プラス18、9そうです。9J プラ18の17インチ4本通して GTR サイズね。です俗に言うねにこれ21545ですね。でそんな感じのABS いいよね。やっぱ時代に合うよね。合いますね。あれこれテール黒いですね、純正？どうしてもチェイサー感を消したくて、チェイサー嫌いなの？なんかピンとこなかったです。はいはいはい。で、ガーニッシュのチェイサーの文字を消してもらって、本当だ、ない。スモークレッドテール、なるほどね。でウインカーのオレンジ部分も赤くしてもらって、で全体的にスモーク塗ってもらって、なるほど。で欠点が何をやってもウインカーが赤く光る。なるほどね。オレンジに光りません。はい、次どこ行きますか、キャメラさん。見たいところ。エンジンルーム見ますか。じゃあちょっとエンジンルーム開けちゃっていいですか。はい。カムの匂い、これ26の匂いだ。おお。26？これどう見ても 1J ですよ。2.6 リッターのこれ。2.5リッターです。2.5リッター。これね、これね、パッと見ね、すぐ分かる。タービンに目が行く人素人。プロはインジェクターに目が行く。これ通常のインジェクター。そうです。これね、パッと見て分かる。分かりました。通常インジェクター。いや、さっき聞きました。すみません。事前情報です。事前情報です。分かるわけがございます。で、やっぱり81といえばね、熱が辛いですよね。そうですね。はい。熱対策分もちょっとオーナーさん、ちょっとなんとなく教えてもらっていいですか。熱対策は、紅葉さんとこの動酸素ラジエーターにフレックスさんの放熱塗装、これ赤いやつですね。で、定番っちゃ定番カップリングファン、油圧ファンテックカップリングファンにして、油圧を撤去してカップリングファンにして、カップリングファンにして、で、ビリオンさんとこのローテンプサーモンっていう、定番というか昔ながらのやり方で。なるほど。でタービンが0620G、そんな大きくない？大きくないです。でエキゾーストがおそらく10センチで、海外コピータービン。なるほど。ヤフーショッピングとかヤフーオークションに1万5000円ぐらいで売られてる、そんなやつがある。超激安のを人柱になってみました。意外とどう？全然トルクあるし、しっかり使えます。なるほどね。でこれ燃料のレギュレーターは東明さんとこのレギュレーター燃圧計付きで、でコンピューターは本州のショップさんで書き換えてもらってます。なるほどね。純正書き換えで、エンジン仕様とかもろもろを言うというかオーダーすると、それに合った
状態で書き換えて繰り返してくれると。余談なんですけど81ってコンピューターよく壊れるじゃないですか。で最初、コンピューターの修理をうちの、仕事で依頼してたんですけど、で話を聞くとそういう書き換え論とかもされてるということで、なるほどね。でちょっとじゃあ全てすき飛ばしらということで、自分の車でまずは試してお客さんのに反映できたらなと思ってやってみたら、めちゃくちゃ調子がいいです。なるほどね。はい。カムは HKS264 2本ですね。はい。はい、こんな感じのエンジンルームとなりますか。次どこいますか。室内行きます。ミッションがすごいんだったね、これね。ね、発速オートマ。今時っすね。今時の、CVT の。これどうなんすか。この内装ももう珍しいよね。2.5 であんまないよね。ないですね。だからこれ新車で買ったオーナーさんは多分、あれですよね。好きで選んでますね。逆オプションみたいな感じだよね。で GT なのに赤内装選ばれてたし、で純正でスポイラー、トランクスポイラーもレスにしてるから、多分ちょっと車好きというか、そういう方が最初買われたんじゃないかな。これミッションなんですか。これは70スープラ用の R154 なんですが、S1 シーケンシャルっていう縦シフトにできるリンケージをちょっと近所の後輩のお店を通して輸入しまして、で縦シフトになってます。本当はコンソールつけたいんですけど、ロールバー、メインアーチの左右つないでるロールバーのせいでコンソールつかなくなっちゃって、シャーなしコンソールだけ外してます。椅子がないだけ、これ後ろ、そうですね、椅子とスピーカーボードがないっちゅうだけで、ロールバーによって椅子がつけれなくなったっていう感じです。ちょっとバッテリーはあまり束縛するといいことないんで、ちょっと少しだけ自由にさせてます。そういうことね。そんな感じの内装となっておりますが、キャメラさん。それは前のオーナーの頃からのですね、椅子を外すと出てくる。なんだかんだで多分2、300円ぐらい出てきましたね。それの名残です、これ。名残。というわけでオーナーね、足回りに特にこだわりがあるということで、スペシャルな足回り、僕はちょっとね見せてもらったんですけど、今、初めて見たこんな足回りということでね、81のオーナーの方、ここから必見です。ここまでどうでもいいです。それではね、ちょっとオーナー、ちょっと足回り、僕全然わかんないんですけど、簡単に説明してもらっていいですか。加工点ですね。まずは、40ミリの延長ロアームですね。これね、ここで延長してます。で、ヤフオクとかに81とかのネガキャンアダプター、ロールセンターアダプター出してる方がいらっしゃるんですけど、その方にちょっと質問欄から直接質問させていただいて、うちらの方で、50ミリのロールセンターアダプター作っていただけないかと打診しまして、そしたら快く OK していただき、うちら用にワンオフで50ミリのロールセンター作っていただいてます。なるほど。で、車高調いきます？行きましょうか。車高調が、パッと見色合い的に多分 K オフィスさんのところに見えると思うんですが、K オフィスさんのカートリッジの中身は、ニスモの N2 レースショック13シルビア用、レース用のショックが入って、ニスモの13シルビアのレース用が入ってます。なるほど。で、実はこれ81に限らず 50.8 パイストラットの車結構共通して言えるんですけど、K オフィスさんとこのエアフォルクのシルビア用のブラケットの内径と、スピンドルの外径が実はドンピシャはまるんで、なるほど。シルビア用のエアフォルクを買うと、このスピンドルタイプの車の車高調を簡単に製作できちゃうんですよね。なるほどね。81用のお高いの、作ってるメーカーさん怒られるかもしれないですけど、シルビア用のエアフォルク買うと、スピンドルタイプの方々、車高調簡単に作れます。溶接しちゃえばいいってこと？そうです。切って溶接するだけです。で、なるほど。シルビアのショック
中古で出回ってると思うんで、自自分の車用のアッパーマウントとキロナットを買うとこう簡単に、なるほど、格安で車高調ができます。これちょっとマニアですね。これだいぶ知ってました？キャメラさん81の時代は俺だって豪語してますけどキャメラさんどうですか？そうですね、こだわりが。でまあ日産のこれ4ポット、そうですね、GTR のブレーキですね。グローバルさん、あ、これはグローバルさんのとこじゃないですね。破壊王だね。いや、これどこだろう。ナイトページャーさんかな、これは。あ、ナイトページャーって元祖ぐらいだね元祖だよね、ナイトページャーって。ナイトページャーさんとこのブラケットハブリングを、俺もつけたもん、ナイトページャー。この後出てくる白いマーク2の仲間内の親友から仮パクしてます。ああ、なるほどね。はい、仮パクです。キャリパーは自分の、スローターも自分のです。ああ、なるほど。ブラケットとハブリングだけちょっと仮パクしてますね。あとなんかおかしいの、ちょっとおかしい違和感があるんですよね。81乗りの方、この違和感気づいてほしいんですけど、カメラさん下から撮ってみます。ちょっと斜め下から撮ってみます。テンションロッドの角度を違和感持っていただけますか、81乗りの皆さん。これインスタとかでちょいちょい僕言ったりしてるんですけど、これコンフォート、タクシーでよくあるクラウンコンフォートのテンションロッドブラケット、こいつですね、とテンションロッド本体、スタビライザー、スタビリンク、ブッシュマン合わせですよね。これをまるっと流用してます。すべてコンフォートです。で、なるほど。それをすることによって、テンションロッドが直線上、シルビアみたいな感じですよね。直線上につきますんで、純正でこうナットの締め込み緩め込みなどでキャスター調整ができます。あ、これは素晴らしいね。でちょっと僕横着してブッシュ新品あるのに変えてないんでヒリヒリですけど、タクシーって割とつい最近までコンフォート使ってたんで、スタビリンクのブッシュも含め、新品部品の供給が未だに続きますんで、リフレッシュするには最適です。なるほど。これは一つ欠点がありまして、このテンションロッドのブラケットとボディを止めてるこのナットですね。ボルトなんですけど、これが実は81と1箇所しか合わないんですよ。で、カメラさんこれ分かります？これここにカラー穴開いてるじゃないですか。こいつ、このカラー穴とこの後ろ側の穴でコンフォートが止まるんで、81に合うようにちょっと位置出しをして穴を1箇所だけ開け直してあげるとポンとつきます。なるほどね。で、スタビライザーがテンションロッドブラケットをくぐらないんですよ、コンフォートって。かまぼこをポコって外付きするんで、何かあった時の脱着、81ってもうテンションロッドブラケットゴソッと外さないと、そうなんですよ、スタビ抜けないんですけど、コンフォートにすることによって、簡単に外せるし、リンクがショック側じゃなくロアアームに突き刺さるので、なるほど、いろいろと自由度が増してきます。だからあれだよね、これであれじゃない？そうですね。あとテンションロッドもちょっと湾曲してるんで、これ切れ角アップしたらね、ナックル変わってるんでしょ？そうですね。ナックルはもうガレージクリアさんで、鈴木さんのとこね、鈴木さんに作っていただいて、で逃げちゃうってことね、これ。で、ただこれ 9J プラ18に15ミリのスペーサーかまして、やっとこさよいしょかわす感じなんで。なるほどね。結構切れてるね、でもね。そうですね。ガレクリさんとこのナックルに、100系のタイロット、純正タイロット、切れ角アップワッシャー、よくある5ミリ程度のやつ、あれ入れて、で100等系のエンドを左右逆付けです。110系のエンドを逆付け。っていうのも見ていただくと分かるんですが、110系のタイロットエンドってちょっと湾曲するんですよね。ほんのりナックル側ちょっとカーブしてるの分かりますか？カーブしてるっていうか、このくぼみっていうんですかね。これ右と左を正しくつけるとこのへこみこっち側に来るんですよ。でこのへこみ内側にしてやる方がガバッて切った時に干渉しないんですよ。なのでわざと逆付けです。なるほどね。これでできるんだ、この81同士間に流行りの足が。そうですね。もう、2年前に僕が81に復帰してスインカムを作った時に
まあはいはいはい部品屋にいた友人がこの辺かき集めてくれて、つくんじゃねえつくんじゃねえって言いながらやったら、うまいこと仕上げれた感じですね。なるほどね。はい。いやこれ勉強になりましたね。マフラーもすごいね。マフラーはそうですね。まあ頭の中で実は構想はあったんですけど、ごめんなさい。実行された方はフェンダリストに出てきたパールツートンのクソかっこいいこの間のね方が実実はこのマフラー先に作って世に出してまして、はいはいはい、で先に出ちゃったと思いつつ自分も作って、まあインスタグラムでご連絡取って僕もこれ作っちゃいましたって笑って話しているので。なるほど、はい、はい、で今ねちょっと下ろしたんですけどやっぱり切れてますねこはい、なかなかガレクリさんのところのナックルれ。やるねガレクリ。使い勝手いいです。社長すごいはいはい。親切でして、鈴木さんね。はい、僕もアライメント結構大好きで趣味みたいにやるんですけど、はいはいはい。そのアライメントとか足のセットアップとかに関してすごい LINE で親身になって相談していただいて、あ、そうなんだ。はい、でアライメントテスターのこう使い方っていうんですか、はい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 。うまく上手に活用する方法とかも教えてくれて、うんなかなかそれも商売に役立ててるんで非常にああ、感謝そっかそっかそっか。しています。はい、そういうのをこういうの自分のでテストしてお客さんのフィードバックみたいな。そうですね、うんはい、さっきコンフォートの足回りの話をちらっとしたんですけど、はいはい実は81とコンフォートって、はい。ナックルの取り付け方、うん。ボルトピッチだとかそういったものは全部一緒なんですけど、そうなんだ。はい、なんだけどコンフォートって実は純正で81よりナックル短いんですよ。そうなんだ。はい、だからコンフォートのナックルをポコッとつけるだけで、うん切れ角上がります。812はい、ボルトオンなんだ。ボルトオンです。へえ。でこれ実はもう16、17年前はいはい。ぐらいに気づいてたネタでして、僕らうんたまたま違う友人が足曲げたかなんかした時に、はいはいは部品屋の友達がコンフォートのローアームとナックルをそのまま出してい。なるほど。ポンってつけたら、あれなんかナックル短いしハンドル切れねってなって、おはい、そこからちょっとした小ネタでした。路線がカーボーイ的路線だよ。だからお金ナックル入れたいけどちょっと高い高価だ手が出ないって人は、うんコンフォートのナックル中古で買ってはいはい。切れ角アップワッシャーを入れたりするあと、あはいはお手軽に切れ角アップい。なるほどね。できます。わかりました。いい勉強になったね今日ね。ありがとうございます。はい、ジャンカスパンスということでね、はるばるやってきた北の大地旭川で発見した、田村創業さんのね、こだわりの詰まった81いかがでしたでしょうか。もう僕も初めて聞くような理論注意いっぱいあったんで、ぜひね、全国の81乗ってる方、今日話したねコンフォートの足とかいろいろ参考にしてもらえればいいかと思います。はい、今後もねこういうためになる、ジャンカスクールカーズやっていくと思うんで、ぜひチャンネル登録してね、次の動画をお待ちください。それではまた次の動画でお会いしましょう。ジャンカスパーナでした。さようなら。愛してるより愛し